はい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 。皆さんこんばんは。やってまいりましたよ。急に開発チームアップデート、ナイトメアのリワークなどということで、次のアップでそろそろかなと思っていましたが、ナイトメアのリワーク情報が出たようでございます。スキンね、伊藤淳二さんのコラボスキンも多分同じタイミングだと思ってたんで、そっちの方に気を取られてましたが、そういえばナイトメアくんリワークでした。というわけで、ちょっと今ね、1月8日0時10分過ぎなんですけど、パッチノートが来た時点でまだ PTB 来ると思ってたら来てなくて、1時になるのかなこれわかんないんだけど、とりあえずまだ中身見てないんで、初見でね、中身を見て楽しんでいこうと思います。というわけで皆様も一緒についてきてください。では行きましょう。また開発チームアップデートの時間がやってきました。しかも今回は悪夢を焚きつけるような内容です。そうです。フレディ・クルーガーがリワークされることになりました。その内容について知っておきたいことを全てご紹介します。ナイトメア大規模アップデートということで、何が変わるんだ？ナイトメアことフレディ・クルーガーはホラー作品の中でも最も有名な殺人鬼の一人です。彼はデッドバイデイライトの初心者プレイヤーに対しては手強い敵となり得るものの、他の殺人鬼に比べると少し力不足に感じられるようになりました。今回のリワークは、象徴的なセーターに身を包んだフレディにしか実現できない大混乱を巻き起こさせ、プレイヤーの皆さんに盗作した快感を再び味わってもらうことを目的しています。ここまで読む限りも強くしますって言ってるな。信じてるぞ俺は。彼の特殊能力にはドリームデーモンというフレディの本来あるべき姿をより感じられるように、いくつかの調整が加えられました。また、ナイトメアにより柔軟な攻撃手段を持たせることで一貫した脅威を発揮できるようにし、生存者が起きている時でもドリームワールドの存在を感じるようにしました。変更。アビリティ発動のボタンでドリームスネアとドリームパレットを切り替える。おー！ついにアドオン使って弱体化するみたいな謎のシステムなくなったのか。両方使えるようになった。素晴らしい。開発チームのコメント。これは長い間ご要望のあった変更でようやく実現することができ大変嬉しいです。常に2つの強力な能力にアクセスできることで、ナイトメアはその名の通り悪夢のように生存者たちを動きを鈍らせ、精神的に追い詰めることができます。能力を素早く切り替えられることにより、追跡中に2つの異なる手段を活用でき、これらの能力をマスターした時により高い効果が発揮できますと。いいですね。もうあってしかるべきだよな、これでね。次、新規。ドリームスネアは12メートル毎秒で移動し、この能力には5秒間のクールダウンがある。ドリームスネアは12メートル毎秒で移動し、この能力には5秒間のクールダウンがある。何言ってんだ？放たれたドリームスネアは壁を貫通し階段を登るが、高い場所の端から落ちることはない。何言ってんだWhat? 新規ドリームスネアは眠っている生存者と起きている生存者に異なる効果を与える。ドリームスネアが当たると、眠っている生存者は4秒間妨害状態となり、起きている生存者は睡眠メーターに30秒が追加される。なんか俺たちの思っているスネアではないな、これ。開発チームのコメント。この変更によってスネア攻撃の柔軟性が高まるため、ナイトメアはより幅広い状況の敵に対してスネア攻撃が行えるようになります。また、眠っていない生存者に対しても効果を与えられることで、この能力が影響を及ぼす幅が広がるだけでなく、悪夢を与えるというテーマも演出します。どういうこと？まあでも、発射できるようになるんだろうな。発射できるってことだよね。12メートル毎秒で移動しだもんね。前方発射能力だから、なんかあれか？ハウンドマスターの犬みたいな感じになるのかな。でも壁投下するから、地獄の罰とか、なんか似たような能力がある感じはしないけど、アーティストのカラスか。アーティストのカラスみたいな感じか？飛び道具にしては12メートル毎秒って遅いと思うんだけど、近づいてから使うだろうし、別にそんな気になんないか。やってみるとわかんないけど。アーティストのカラスみたいな感じなのかな。で、新規ナイトメアはドリームパレットを血しぶきを上げながら破裂させることができる。ドリームパレットは発動から 1.5 秒後に破裂して、半径3メートルの範囲に影響を及ぼす。この破裂が当たると眠っている生存者は負傷し、起きている生存者は睡眠メーターに60秒が追加される。ドリームパレットは生存者との心理戦に使える面白くてやりがいのある手段でしたが、その攻撃が成功した時の効果をより一層高めました。今回の変更により、生存者は追跡を逃れられてもこの攻撃の餌食になる危険が常に付きまとわれることになります。地雷設置型おじさんになるってこと？なるほどね。スネアは飛ばせるようになり、ドリームパレットは普通に倒されたら偽板として使えるし、サバに倒されなくても遠くのドリームパレットに起爆ボタンを押すと 1.5 秒後に爆発して地雷の役割を果たすというわけか。サバイバー側は板に向かって逃げるときにフレディが板にアクションしてないかよく見なきゃいけないってことだろうな。アクションしてたらドリームパレットの可能性があるから、そのまま近寄ると爆発してダメージ食らう可能性があるみたいな。そういうことかな。ただこの 1.5 秒のラグが結構難しそうに見えるけどね。多分モーションもあるだろうし。
次。新規、ナイトメアは発電機、修理の完了したもの、ブロックされたもの、収穫状態のものにテレポートできる。ああ、なるほどね。また、ドリームワールドで治療中の生存者にもテレポートできる。治療中の生存者にドリームプロジェクションを行うと、ナイトメアはその生存者の12メートル以内にテレポートする。テレポートした際に8メートル以内にいた生存者は殺人鬼の本能で探知され、その睡眠メーターに15秒が追加される。変更、テレポートのクールダウンが45秒から30秒に短縮される。また、テレポートのキャンセルは行えない。なんかすごいこと書いてない？開発チームのコメント。ナイトメアのプレイスタイルで重要なのは、ナイトメアが同時にあちこちに存在するという幻覚を作り出すことで、ドリームプロジェクションはそれを実現するのに重要な役割を果たします。この能力をさらに効果的にするためにいくつかの変更を加え、儀式の後半になってもナイトメアの能力が落ちないようにしました。最後にドリームワールドに加えられた変更をご紹介します。すごいこと書いてんな、これ。セノバにもなれるってこと？ 30 秒に1回飛べるセノバ？最後にドリームワールドに加えられた変更をご紹介します。その名前に惑わされてはいけません。ドリームワールドが作り出す心理的な拷問は夢とは程遠いものです。このアップデートでは眠っている生存者に恐怖やパラノイアや緊迫感を与えるため、小さいながらも重要な調整をいくつか取り入れました。新規。ドリームワールドで治療中の生存者は、治療中は殺人鬼の本能により探知され、治療を止めると探知が3秒間継続。ナイトメアが探知された生存者にテレポートできる。だから、フレディ目線誰かが寝てる状態で回復したら、セノバの箱解除してるみたいな見え方になるってことか。やばくない？寝てたら回復できないってこと？実質。また、ドリームワールドのビジュアルにも少し改良を加え、プレイヤーが幻想の世界にさらに没入できるようにしました。今後もこれを改善していく予定ですのでお楽しみに。変更、眠っている生存者は起きるのにどの目覚まし時計でも使える。新規、目覚まし時計が使用されると45秒のクールダウンに入り、その間は使用できない。寝てるとやばいことになってしまったので、そこかしこにある目覚まし時計どれでも起きれるけど、誰かが使ったらクールタイムがあるよ、みたいなことか。寝てたらやばいことはここまで読むとわかるから、基本的には常に目覚まし触って起きろみたいなことになるから、明確にタスクが増えるね。これを読んでる感じ。サバイバー側としては基本ずっと目覚まし触って起きた状態で行動するみたいなことになりそうな気がするので、シンギュラまでいかないけどタスクが増えるな。人から起こしてもらえるのはそのまま残ってんのかな。開発チームのコメント。生存者側では主に目覚まし時計と眠りから目覚める過程に関する不満に対処することに重点を置かれました。今回導入された変更により全体的なバランスを損なうことなく、生存者がナイトメアとの対峙をより楽しめるようになると考えています。アップデートされたナイトメアのゲームプレイを皆さんに喜んでいただければ幸いです。今後も皆さんから寄せられるご意見やご感想に耳を傾けていきます。もちろん眠りの世界に引きずり込まれなければならない話ですが、というわけで、まだアドオンについて下にあるからちょっと見てみるか。アドオン、このリワークではナイトメアの全てのアドオンにも変更が加えられました。新しくなったアドオンを使ってロードアウトを選択するときにきっとあなたの想像力が刺激されることでしょう。ここではこのアップデートで登場する注目すべきアドオンをいくつかご紹介します。赤いペイントブラシ。変更前、全ての生存者がドリームワールドにいる状態で儀式が開始。ドリームワールドではスキルチェックに失敗しても生存者は目覚めない。新規、ドリームワールドにいる生存者が32メートル以上離れると、その生存者のオーラが見える。各生存者の睡眠メーターが満タンになるまでの長さが 50% 増加する。うわ、昔のフレディだ。懐かしい。初期フレディね、寝てると心音範囲外のオーラずっと見られてたんですよ。昔のフレディだ、これ。いいね。これ嬉しいっすね。昔を思い出す。黒い箱。変更前。開いて間もない脱出ゲートが15秒ブロックされる。新規、脱出ゲートが開かれた時、眠っている生存者に対してゲートが15秒間ブロックされる。寝てたら15秒出れないよってことか。これは眠っている生存者がゲートに入ってから15秒みたいなことなのかな、つまり。それでもこっちはちょっとさすがに微妙じゃない？ 15 秒か。ドッキリって感じだね。こっちはなんかそこまでな感じがするけど、どうなんでしょう。スイングチェーン。変更前、生存者がドリームワールドに入れるとき、足音が 50% 増大する。新規、ドリームプロジェクションを使用した後、16メートル以内の全ての窓枠が6秒間ブロックされる。結構強そうだね。飛んだ後窓枠しかなかったらチェイス不可みたいな感じになるから。でもあれか、これ発電機以外に生存者に飛べるんだったら、回復するとき板回りじゃないと終わるな。ただ6秒はそんな長くないから、どうなんだろう。ちゃんと位置取りが取れてれば、小屋とかでも窓使えるか。
アップデートのリリース後にアドオンの全リストをご確認ください。このアップデートによってより一層恐ろしいアドオンを持つことになったドリームデームをお楽しみにということで。おー。まあさすがに大型リワークだから、内容もりもりですね。まあシンプルに読む感じ、まあかなり能力増えてて強そうだし、まあ、特に夢落ちサバイバー回復中飛べるがやばそうだなって思うけど、サバイバー側も明確に目覚めるっていう対策があるので、まあ、目覚まし時計を使う、人に起こしてもらう、あとスキルチェックで起きるも残ってると思うから、結構発電機スキルチェックミスって目覚めなきゃみたいなシーン増えるのかな。そしたらドレス系のアドオンが光るし、ワンチャンララバイとかつけれるようになるから、面白い変更だよね。最初はやっぱりお互いわからん殺しになるから殺傷率高く出そうな気はするけど、なんだかんだいい具合なんじゃないかなって読んでる限りは思うけどね。まあしばらくプレイしてみないとわかんないんですけど、面白そうではあります。次、領域の繰り返し防止システム。同マップ連続遭遇防止機能くん復活するのかい君。プレイヤーが続けて同じ領域に送られることを防ぐため、同じマップが続けて出現するのを防ぐシステムの代わりに、領域の繰り返しを防ぐシステムが導入されます。プレイヤーが送られる領域とマップには違いがあります。領域はキャラクターの記憶から引き出され、エンティティによって悪夢のように歪められた一つの世界を指し、マクミランエステート、コールドインドファーム、レッドフォレストなどがあります。一方、マップはそれぞれの領域に存在する様々なロケーションを指します。新しいシステムは同じ領域に続けてプレイヤーが送られることを防ぐようデザインされています。なお、マップのオファリングが使われた場合は、その効果がこのシステムに優先します。いいじゃん。同マップ連続遭遇防止機能くんより俺こっちの方が好きだわ。オーモンド1の後、オーモンド3やらされて、その後オーモンド2やらされて、バダム1やらされて、バダム5やらされて、バダム3やらされて、バダム4やらされる機能よりは、こっちの方が全然好きですね。ありがたいです。よろしくお願いします。出た。なんか、X でチラ見せされてた深手状態。深手のアップデート。深手の仕組みやその手当は経験豊富なプレイヤーにとっては慣れ親しんだものであっても、新しいプレイヤーにとっては分かりづらいものでした。そのため、その状況をより明確に把握できるよう、ベースキャンプ対策メーターと同じような視覚的に確認できるメーターを実装しました。このメーターは画面の中央下部に表示され、手当を完了するまで表示されるので、深手の状況を簡単に把握できます。また、深手状態にある時に表示されるしぶきや暗くなる効果を軽減しました。一方、深手メーターにかすかな視覚効果を加えることで、わずかな視覚効果を加えることで、深手の深刻な状態を表現しました。以下のスクリーンショットをご確認ください。なるほどね。これなんか、この画像だけ見たときは、時間経過でなくなるのかなって思ったんだけど、確かに今まで生存者 UI のここの黄色いメーターでしか残りどれぐらいあるか見れなかったから、確かに初心者の人とかは何が起こってんのかよくわからずにダウンするみたいなことがあったんだろうな。だからゲージ見やすくしますよってことか。なんか思ったよりシンプルなアップデートだったんだ。深ですごいナーフされるのかと思ったんだけど。これはいいんじゃない？シンプルにいい調整だと思います。キャラクターの無料トライアル。デッドバイデイライトにはこれまで膨大な数のキャラクターが登場し、その数は増え続けています。さらにそれぞれのキャラクターには3つの固有パークがあり、殺人鬼には習得すべき特殊能力があります。そのため自分好みのプレイスタイルに合うキャラクターを見つけるのが難しいこともあります。長年のプレイヤーの中には未所持の殺人鬼としてプレイしてその力を試すことのできる特定のオファリングを覚えている方もいるでしょう。ありましたね、昔ね。裏とのオファリング。この度イベント期間中にイベントのキャラクター選択画面から特定のキャラクターを無料で使用できる新たなシステムが導入されました。無料トライアルの対象となるのは一部のキャラクターに限られ、当社の裁量で選択されますが、無料トライアルは誰でも利用可能となります。このシステムは期間限定で利用可能となり、ブラッドウェブへのアクセスも制限されますが、プレイヤーは持っていないキャラクターを実際に体験し、そのキャラクター専用のチャレンジを完了することもできます。なるほどね。イメージとしては、例えば今ドミナスの学術書が来てるから、この期間中はダークロード使えますよみたいなことかな。めっちゃいいね。新規呼び込み施策どんどんやってくれどうぞって感じ。めちゃくちゃいいと思います。コラボキャラはさすがにやらない気がするけどね。案件キャラだから。こういうのガンガンやるべきだよね。いや、いいね。今回いいじゃん。めちゃくちゃいいアップでしかないんだけど。今回の開発チームアップデートは以上です。最後まで読んでくださりありがとうございました。次の PTB でナイトメアをぜひお試しください。それではまた次回ということで。めっちゃいいんだけど。久しぶりにこんな1から10までいいねっていうパッチノート見たわ。いいね。このパッチノートがいいねと思った方は、この動画の高評価ボタンもぜひポチッとお願いします。ちゃんと仕事しました。よろしくお願いします。いや、めっちゃ良さそうな内容でしたね。多分 PTB 明日の夜になると思うんで、よかったらそちらも見に来てください。じゃあ、今日の動画はここまで。また PTB でお会いしましょう。